どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ本日の動画は iPhone の熱暴走に関する動画となっております。一応テックスタイルチャンネルの方では iPhone や iPad、Apple 製品の不具合相談っていうのがあります。それらの窓口が X の DM サポートであったり、無料の LINE サポート2つの窓口があるんですけれども、そうですね、大体この1週間ちょっとぐらいの間に同じようなこの不具合相談というのが非常に多く来ておりました。それらがね、iPhone の熱暴走に関する相談なんですけれども、今回はこの動画でこの熱暴走に関しての原因や対処方法、そしてある特定のアプリを使うことによって iPhone 本体が非常に熱くなるという相談も非常に多くありましたので、それらについても解説していきたいなと思っております。ぜひね、今回この動画の対処方法をやっていただいて、もしね、改善できたとかね、解決できたということがありましたら、ぜひコメント入れていただければ、そういった情報も皆さんが共有していただければ、同じような問題発生している方がね、改善できるかと思いますので、ぜひ視聴者の方のご協力の方よろしくお願いいたします。では、スタート。はい。ではですね、早速本題に入っていきたいと思います。まずはですね、テックスタイルチャンネルの方に寄せられてきている相談内容、ざっくりお伝えすると、iPhone の本体が熱くなるということと、おそらくこの本体が熱くなるのが原因で、バッテリーの消費がね、著しく激しく減っていくっていう相談が、ダントツで多くありました。でその中で相談者とやり取りをさせていただくと、ある特定のアプリ、これはYouTube のアプリなんですけれども、YouTube のアプリを起動して動画を視聴すると、iPhone の本体が非常に熱くなると。で、この本体が熱くなっていることが原因で、バッテリーの消費がね、どんどん減っていくのが目に見えるようにわかるっていう相談が非常に多くありました。で、これね、この相談の当初はですね、iPhone 15 Pro に多く発生しているということで、僕のところにも情報がね、たくさん寄せられてきてたんですけれども、ただその後の相談を見ていくと、iPhone 15 Pro Max であったり、15シリーズ以外のね、端末でも同様の問題が発生しているということで、おそらくこれは OS の問題なのかなと疑いました。でそこで皆さんにね、今現在使っている iPhone の最新の iOS インストールしているか、現在でしたら iOS17.4.1 なんですけれども、これがですね、iOS17.4.1 でない人も同じ問題が発生しているということが分かりました。一応ね、テックスタイルチャンネル的に X でもアンケートを取らせていただいて、あとYouTube 上でもね、アンケートを取らせていただいたんですけれども、回答数としてはおそらく30から40、ちょっとこの動画が公開されるときにはもう少し増えているかもしれませんが、全体的に見ると全ての iPhone モデルで発生しているのかなと見受けられました。でそれを考えると OS の問題というよりかは YouTube のアプリを起動して、動画をね再生して iPhone の本体が熱くなっているっていう方はですね、おそらくその YouTube アプリが何かしらね、原因を引き起こしているんではないかなと思われますので、まずはですね、その YouTube がもし原因になっている方は、YouTube のアプリを一旦削除していただいて、再インストールをしていただくことによって、改善しましたっていう報告がね、一部上がってきておりますので、同様のね、問題が起こっている方は、一度削除して再インストールを行ってみてください。そしてもう一つね、相談としてあったのが、iPhone でね、YouTube アプリも起動していないし、動画も見ていないんだけれども、iPhone 本体がね、非常に熱くなると。で熱くなっていることが原因で、バッテリーの消費もね、めちゃくちゃ早いんです。これってやっぱり iOS17.4.1 の不具合なんですかねっていう相談が、少なからずともありました。で、先ほどお伝えしたような、例えばYouTube アプリがおそらく原因だろうと。で、そのアプリを削除、再インストールしていただくことで改善できましたっていう報告があるように、何かしらこのアプリがね、特定できているんだったらいいんですけれども、別のケースっていうのは、ひょっとしたらね、この YouTube アプリではない別のアプリが原因になっている可能性もあるのかなと思いますので、もし可能であれば、今皆さんがね、使っている iPhone のアプリの、状況がね、僕にはわからないので、マルチタスクというかね、マルチでアプリがたくさんね、バックグラウンドで立ち上がってると思うんですけれども、それら一旦すべて強制終了していただいて、同じ問題が発生するのかどうかっていうのをちょっとね、確認してみてください。でその上で、ちょっとめんどくさい作業になるかもしれませんが、どのアプリを立ち上がっているときにこの熱暴走が起こるのか、それとも全てアプリ立ち上がっていないにもかかわらず iPhone 本体が熱くなっているのか、それらのちょっと問題の切り分けっていうわけではないんですけれども、一回やってみるのもいいのかなと思います。
あとは、この、動画を見ていただいている視聴者の方の iPhone のモデルもね、現時点では僕はわからないので、比較的新しい iPhone であればね、あんまり関係ないかもしれませんが、やっぱりね、iPhone 11より前ぐらいのモデルになってくると、ひょっとしたらね、この iPhone ストレージのね、容量が結構圧迫している可能性もあるのかなと思います。ただ、ユーザーさんによってはね、そんなにデータないんだけどなと思われている方もね、ひょっとするとね、システムデータが圧迫している可能性もあるのかなと。昔の言い方で言うと、その他の項目みたいなやつですよね。グレーの部分が非常に大きくなりすぎて、本来のこの iPhone ストレージを非常にね、圧迫してしまっているという方も多く見受けられますので、もしね、そういったシステムデータ、グレーな部分が非常に拡大して、ご自身の iPhone ストレージを圧迫しているようだったら、これの改善方法というのは iPhone の初期化をやっていただければ改善できるかと思いますので、一度ね、すべてのモデルを使っている方が iPhone のね、ストレージの容量圧迫しているかどうかっていうのをちょっと確認してみてください。で、それ以外で、基本的な対処方法としてね、もしこれと同じ問題で Apple サポートの方にね、連絡しても同じことを言われると思うんですけれども、例えば iPhone ケースやフィルムとかですね、そういったものをつけている方は一旦外していただいて、同じ問題が出るかどうかっていうのを確認していただく必要があるのかなと思います。僕的には、やっぱりこの YouTube アプリが原因なんだろうなっていうのがね、ある程度特定できているので、もしこの YouTube アプリではなく、iPhone 本体がね、なんか熱くなっている人がもしいるんだったら、別のアプリがね、原因に、引き金になっている可能性の方が高いのかなと思っております。なので、皆さんが今使っている iPhone の中に入れているアプリのバージョンが最新になっているかどうかというのをちょっとね、確認してみてください。そして、最新でない場合は最新にしていただくとか、あとはね、ちょっと細かいところで言うと、例えばYouTube アプリで最新になっている、今ね、最新になっていると思うんですけれども、いつ最新になっているのかっていうのね、バージョンアップのこの履歴情報っていうのを見ることができます。例えばYouTube アプリだったら、ここにね、ちょっと画像を出しておきますけれども、バージョンの履歴っていう形で、いつこの最新のバージョンが、配信されたのかっていうのをね、見ることができますので、今皆さんがね、利用しているようなアプリが最新になっているのがいつなのかっていうのをね、ちょっと確認してみるのもいいかもしれません。メジャーなアプリであれば、この iOS17.4.1 がリリースされてからは、少なからずとも1回や2回ぐらいは、このバージョンアップというのはされてると思うんですけれども、その上でね、例えばマイナーなアプリを使われている方であれば、そのバージョンがちょっと古いことが原因で、ひょっとしたら本体が熱くなっているのかもしれないので、そのあたりね、ちょっと細かいところにはなるんですけれども、確認してみるのもいいのかなと思います。もしそういった古いバージョンのままでアプリがもし使っているのであれば、一旦それだけを立ち上げてみてね、iPhone 本体が熱くなるのかならないのかとかね、そういったところを試していただくことによって、ある程度ちょっと原因が分かっていくのかなと思います。で、視聴者の、相談者の中にはね、この iOS17.4.1 自体が不具合を引き起こしているんではないですかね、みたいなメッセージもあったんですけれども、その可能性もなくはないと思うんですが、実際ね、僕はね、熱暴走起こってないんですよね。僕は iPhone 15 Pro Max 使っているんですけれども、ちょっとね、熱暴走もね、起こってないですし、例えば純正のケーブル、充電ケーブルで充電しようが、この動画でもね、ご紹介したようなマグテイムの、マグネット形式のね、ケーブルでも充電してますけれども、一切起こってないんですよね。例えばうちのスタッフとか、クライアントさんとか、身の回りの、ね、方、iPhone 使っている方とかでも、確認とかね、できる範囲でやったんですけれども、そういった熱暴走がね、起こっている方っていうのは、そんなに多くないんですよね。ただ一応テックスタイルチャンネル的にね、X とか、YouTube チャンネルの方でアンケートを取らせていただくと、どうやら iPhone 15シリーズだけではなくて、他の端末、モデルでも同様の問題が数多く発生しているみたいなので、OS とアプリとのこの互換性というかね、そこが一番僕はちょっと原因になっている可能性が非常に高いと思っておりますので、そのアプリさえ特定ができれば削除して再インストールしていただくことによって改善できる見込みの可能性が非常に高いと思っております。なので、ちょっとね、この辺は皆さんが使っている iPhone の設定状況であったり、どのアプリが入っているのかというのがわからないので、なかなか特定しにくいんですけれども、それらのね、情報を持ち合わせている方であったりだとか、操作に自信がないとか、最新の情報を得たいという方は、X の DM であったり、LINE サポートね、活用していただければ、
今現時点、この後の最新情報もすぐにね、お伝えすることができますので、そこで相談していただくのもありかと思います。では今回の動画ではですね、iPhone で YouTube アプリを起動、動画を再生すると iPhone 本体がね、熱暴走する問題について、ちょっと簡単にね、原因と対処方法をお伝えさせていただきました。先ほども言ったように、この YouTube アプリではない場合ね、そういった場合は、基本的な対処方法をやっていただければなと思います。もしどれをやってもね、改善しない場合は、この動画にね、コメント入れていただくか、X の DM 相談、LINE サポートを活用してみてください。では本日も最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。